されどうも、今回も早速やっていきたいと思います。作っていくのはですね、ブロッコリーのローストです。ブロッコリー最高に美味しいと思うんですけど、基本的には茹でることが多いですよね。そんなブロッコリーを今回はフライパン一つで焼き上げていくといったそんなレシピを紹介したいと思います。まずブロッコリーはちょっと房の部分ですね、水で洗って、あとは不純物とかたまに虫がいたりとかするから、こういう風にねしっかりと水洗いするんですけど、基本的にね僕は出くわしたことがなくて、ただね毎回こうまじないのようにやってます。それが終わったらですね、ブロッコリーの芯の部分ですね、これも使うんで、外側筋っぽいんですよ。それをしっかりと取り除いていきます。ペティナイフとかがあれば比較的やりやすいと思います。気をつけるポイントはそうですね、この茎の部分の筋っぽいところを取りすぎてしまって細くなっちゃうっていうところですかね。そうなっちゃうとね、またこの後の調理がやりづらいんで、ギリギリをうまいことを狙って、そこが難しいですね。そしたら半分にカットしておきましょう。このブロッコリーのレシピは僕がフランスのパリにいる時にですね、ビストロのメニューにあって、それをね注文して食べたら、すごくこう、その時は丸のままだったんですよ。もう半分にもカットされてないような状態。それがねすごい美味しかったんですよね。その時はフライパンじゃなくてオーブンで全部ローストしてるっぽかったんですけど、今回はそれをアレンジしてフライパンでできるようなそんなレシピにしてます。今回のようなブロッコリーに限らずカリフラワーだったりその他の野菜ですね、フランス料理で野菜のローストってやっぱり非常に多くてですね、それがまたどれも美味しいんですよね。ビストロとかでよく見るメニューだとアーティチョークっていう野菜がねあるんですけど、日本だとあんまり見かけないですね。ブロッコリーみたいなサイズなんですよ、大きさが。で周りがねすごいこうトゲトゲしてて繊維が多くてですね、可食部がやたら少ない野菜があるんですよね。ただその可食部がねとんでもなくうまいんですよね。それがこう丸ごとブロッコリー丸ごとみたいなサイズ感でビストロとかで出てくるんで、結構ねインパクトもありますから、ぜひね旅行とかで行かれた時にメニューで見かけたら注文してみてほしいです。アーティチョークです。どうぞよろしく。そして半割りにしたこのブロッコリーはオリーブオイルをひいた冷たい状態のフライパンにもう入れてしまって、中火で焼き上げていきます。フライパンの端にはニンニクと生姜を香り付けでこれも加えておきます。焼き色いいですね。これぐらいになってきたら次の段階に行きましょう。ここからはバターを加えるんですけど、このバターはソースの役割もあるので少し多めに入れておきます。そしてバターが焦げないように温度は十分注意しながらアロゼしていきます。アロゼっていうのはこのように焼き油をかけていくことですね。これで茎と房の集合してる部分、ちょっとね密集してる部分がね火入りづらいんで、これでねしっかりとアロゼでそこを狙っていきます。ただこれ5分ぐらいはねかかるんですよね。あとちょっとフライパンを傾けたりとか少しテクニックがいるので、なんでしょう、よりね簡潔にやりたいっていう方はさっきのブロッコリーに焼き色がついた段階で蓋をしてですね、弱火でだいたい5分ぐらい蒸し焼きにすると、それでいい感じに火も入ると思いますから、ぜひそれもね参考にしてもらえればと思います。それでだいたい5分ぐらいですね、ゆっくりとアロゼで火を入れたので、ここからは少し温度を上げてですね、カレー粉を加えます。それでカレー粉を加えた焼き油を再度かけてですね、風味をしっかりとまとわせるっていう、そういうわけですね。そしたらもうねだいぶ美味しそうに仕上がってきました。いい感じにカリッとしてますね。
念のため少し金串とかがあったら火入れの確認ですね。スッと通ればいいんですけど、もう気持ちだけ火を入れたいので、あとはここからですね、刻んだアンチョビを加えて蓋をしてごく弱火でだいたい1分半ぐらいですね。そしたら火入れ加減はもうバッチリなんじゃないでしょうかね。それでは盛り付けドレッセに行きます。もうここからは豪快に盛り付けるだけですね。仕上がったソースをたっぷりとかけます。そしてアクセントにもしよければパルミジャーノ・レジャーノを振りかけてください。粉チーズでも大丈夫です。仕上げにはブラックペッパーを振りかけておけば、あとはこのブラックペッパーが全て解決してくれます。はい。いや、うまっ。めちゃくちゃうまいじゃん。うわ、うまい。こんなん1個すぐなくなる、本当に。この房の部分がめちゃめちゃ味吸ってるから緩急がすごいね。茎の部分とこのね、カレーの穏やかな風味も感じられつつね、アンチョビのうまみ、バターのねこの風味みたいな、最高っすねこれ。野菜がこんなにハイテンションで食える料理もそうないんじゃないかと思いますけどね。塊で焼くっていうのがいいよね。あとこの表面を香ばしく焼いてるのがもう文句ない文句ない文句ない。というわけでブロッコリーのローストでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。